今日は DJ 剛さんがうちに来てくれましたんで、はい、ありがとうございます。いや、お邪魔します。ありがとうございます。そしてパチさんが Adobe の製品を勉強しに来ております。動画編集とデザインができるようになりたいです。よろしくお願いします。お願いします。話してて驚いたのが、剛さん左利きだったっていうことですよね。はい。レコード側の方が大事じゃないかなって、やるとき、始めるときにそう思って、始めるときにいいんですか？なんかレコードを動かす方が大事なんじゃないかって、その時は全然分かんなかったんですけど、なんとなくそういう風に考えて、左手をターンテーブル側にしたっていう。パチさんはちなみに左手レコード側にしようとか、なんかそういうのって考えてました？これアートボードでどう通過するの？なんですかね。いや、これもう一回いいですか？これてってけてってけってやつですか？そうですね、てってけスクラッチですね。いや、自分で名前つけてあれなんですけど、でも他の人がやってるのを真似ました。すみません。ただのパクリです。うわー、なんかすごいこのリズム。面白いですよね。これどうやってるの？どうやってっていうかちょっと説明あんまりできないんですけど、なんかてってれてってれっていう感じに指を動かしてます。回答になってないですよ。ちょっと俺のやつ YouTube できないんですよね。だってね、俺下手なんですよこれね。これオンから始まってますね。で、ちょっとやっぱオリジナルフレアっぽいそうですね。雰囲気。これに近いですかね。これちょっと手入ってますけど、これはテアじゃないですよね。出てきた。1個出てきました。ちょっとハマってるの。はい。今ですか？はい、ちょっとやってるし、ちょっとこれもちょっとパクリばっかりなんですよ、僕はパクリマン。やってるのは置いときみたいな感じで。そうですね。今のとちょっと似てるのはあるんですよね。実は面白い人だったんです。いや、ストボケなんで、本当にちょっと今出てきたんで、ちょっと一応今のうち忘れないうちにちょっとやりますね。お願いします。なんだっけな、オリジナルフレーなんですけど、これチャップス入れてからやってるんですけど、ここに最初引きのチャップス1回入れると、チャップスじゃないか、引きのフォワード1回入れてから始めるとちょっとなんかちょっと変な感じなんです。すごい。これもカーティークのパクリです。結構みんなあると思いますね。やっぱいろんな人の真似てみてやってみるとか。そうですね。なんかやっぱちょっと自分一人だと結構詰まっちゃうこと多々あるので、ほんと素直に皆さんの見て勉強してって感じで。剛さんが世界一になるまでどんなちょっと練習してたのかなっていうのはちょっと気になりますので、ちょっとそこを教えていただけたらと思います。わかりました。昔から変わらないんですけど、自分技とかいろんなことができるようになって、フリースタイルとしてスクラッチがまとまってきたなと思った時に、基本的にはそれを流れで練習していって、こんなことができそうだなと思ったらそれをやって、でそれが気になるようだとそれ重点的にずっとやるみたいな練習ですね。でも基本的にはなんかそのフリースタイルの中に流れでやるっていうのを結構大事にしてるんで、あくまでもその流れの中で練習するっていう感じですね。あんまり音止めて音確認するみたいな練習は実はあんまりやってないんですよね。そうですね。なんで結構なんかその流れの中でやって、そのフレーズの中の一つじゃないんですけど、そういう風に一応。でもビートはずっともう流しっぱでやってた。そうですね。ほとんどビートは流しっぱです。キューバートの DVD で交互に練習、なんかセッションみたいな感じで練習できる DVD があるんですけど、やっぱその練習から入ってるんで、基本的にビートは流しっぱなしみたいな、そのリズムを取りながらやるっていうところが最終的に一番大事になっちゃうんだなと思うんで、あとは自分がいつもやってる流れですかね。スクラッチの流れを大事にしながらやるっていう。でも反復練習はじゃあ結構やってたって感じ。初歩的なってのも変なんですけど、ある一定のフレアとかそういうスクラッチはもちろん反復練習して安定して出せるまでっていうか、なんかそういう意識でやってましたね。1日どれぐらい練習してました？練習最初はもう本当練習してたんで、なんか何時間って言えないぐらい、なんかもう寝る時間を削ってみたいな感じでしたね。本当最初の1年とかはだんだんでもいろいろできるようになってくると、多分練習の効率もだんだん上がるような感じで、なんか一通りできるようになってからが結構楽しくなってくる感じなんだと思うんですよね。
フレアとかトランスフォーマーとか、いろんなことあるんですけど、多分そういうの全部一旦覚えちゃうと、あとフリースタイルでやったりとか、スクラッチルーティン作ったりとかなると思うんですけど、多分そこからが結構深くてまた楽しくなってくると思うんですよね。短いっていうのは変ですけど、でもなんか効率よくというか、今日あれやろうかなとか、ちょっとこの苦手なビートのこのビートでやろうみたいな感じで、練習のスタンスも変わって、なんか質が上がっていくような感じで、結構自分も今もたまにやるんですけど、結構人のすごいかっこいいスクラッチとかそういうのをちょっとコピーしてみて、こんな風にやるんだなみたいなのを研究でやったりしますね。それが本当にできてるかわかんないんですけど、でも多分こんなニュアンスだなっていうのを気になったらやるようにしてます。コピーをしたり、そのフレーズを真似たりはやるんですけど、こんな風に載せられるんだなっていうことを理解した上で、あえてそれを全部やったりしないっていうか、真似て練習するんですけど、なんか実際それを自分のものとしてやらないみたいな感じですね。真似するけど真似しないってちょっと難しい感じなんですけど、でもやるとすごい勉強になりますよね。なんか自分が持ってないものをなんかそこで自分がやってるのを見るみたいな感じで。ハチさんはどういう練習してましたか？僕ですか？はい。練習ひたすらずっとタントの前に向かってやってたっすけど、俺は集中力がないから、そう似たようになったかもしれないけど、あえてテレビつけっぱにしたりとか、あと自分の誘惑があるものとかのものをつけっぱとかにしていかに集中できるかみたいなことは最初の方やってて、そこからある程度いろんな技術ができるようになってからは人のルーティンとかたくさん見てコピーしたり、またあとコピーしすぎちゃうとそのコピーした人の影響をガンって受けすぎちゃうから、これすごいなと思うルーティンの一部だけちょっと真似てみたりとかして自分のこの引き出しを増やしていったとかっていう練習はしたっすかね。あととにかく俺は頭も悪くて習得するのにすごく時間かかっちゃうから、焦んないでもうずっと反復でやってって一個一個できるようにしてったっすかね。まだまだ全然甘いんですけど。はい、ありがとうございます。すいません俺一個やばい練習してたわ。はい、俺DMC やっぱ出るようになって人前に出るとこんだけ針こんなブルブルするんだとか、こんなにルーティンできなくなるんだってことが分かるようになったから、モニターにフェスとかの映像出して人からすげえ見られてるみたいな練習したりとかしてて、全く多分それ意味なかったんだけどなんかその人に負けないぞって感じですね。負けないでなんかこの人すげえな、でもなんかこの人じゃない違うものを自分もいつかはやろうみたいな、やってやろうみたいな、そういうなんか心意気的なやつ。そうですね。